皆様こんにちは。今日は2000年代ファッションドール界の寵児ブラッツについてお話ししていきます。ブラッツは2001年にアメリカ MGA エンターテインメント社から発売されました。オリジナルメンバーはヒスパニック系のヤスミン、金髪の白人クロエ、アフリカ系のサシャ、アジア系のジェイドの4人で、他にもメイガン、ダナ、ヴィネッサ、双子のフィービーとロキシーなどボーイフレンドも含めてたくさんのキャラクターが存在しています。大きめのヘッドにアニメキャラのようなサイドグランスのアイプリントとぽってりとした唇、どこかで聞いたような組み合わせですが、発売時期としてはブラッツの方がマイシーンよりも先ではあるものの、この類似性について後々揉めることになります。デフォルメの効いたボディバランスで身長は約25センチ、ヘッドはかなり大きくバービーよりも硬い素材ですが、上下左右にも少し動きます。腕はマイシーン同様ぐるぐる可動し、だいぶほっそりとしたおへそ付きのウエストにヒップはペイントされたおパンツを履いています。膝はマイシーン同様2段階にポキポキと折れるクリック足、そしてマイシーンと大きく違うのは靴やサンダルが足首で付け替えるスナップオンタイプである点です。バランスをうまく取れば自立するので、ドールスタンドはほぼ付属していませんでした。日本では最初のシリーズがクールブラッツという名前で、宝と合併する前のトミーから発売されました。2003年頃からいくつかのシリーズがやはり合併前の宝から発売されたほか、ABEX と契約して CD を出したり、チョコレートの CM に起用されたり、クール TV という数分間の深夜番組も放送されました。しかしながらマイシーン以上に癖の強いドールなので、日本では全くと言っていいほど流行らず、いつの間にかフェードアウトしてしまいました。一方、アメリカでは東京へ遊びに行く設定の東京アゴーゴー、レザーのバイカーススタイルダイナマイト、ゴシックスタイルのミッドナイトダンス、ロンドンが舞台のプリティーンパンクなど様々なモチーフやテーマのシリーズが次々と発売され、The Girl with Passion for Fashion のキャッチコピー通り、当時のファッションドール界を破竹の勢いでリードしていきます。ブラッツはスピンオフシリーズも幅広く、本家ドールをそのまま10センチくらいの大きさにしたリルブラッツ、ティーンネイジャーの本家を幼児の頃まで巻き戻したブラッツベイビーズ、そのベイビーズをそのまま小さくしたイッチービッチーブラッツ、幼児から少し成長した小学生くらいのブラッツキッズ、幼児よりさらに前のハイハイ赤ちゃん時代に戻したリルエンジェルスなど、キャラクターは共通でもそれぞれのシリーズごとに別の魅力があり、マイシーン同様のアニメーション映画や後に実写映画も作られるなど、かなり大規模なジャンル展開を繰り広げていました。そんな中、2005年頃からライバルであったマイシーンのマテル社との裁判沙汰が始まり、初めはブラッツ側がマイシーンに対して模倣されたとして訴えたようなんですが、その後反撃され、ブラッツのクリエイターがマテルとの契約中にそのコンセプトやデザインを考えたとして訴え返し、2008年頃にマテル側の言い分が通って、ブラッツが販売停止、金型も全て廃棄という話が出てきました。私はそれまでどちらかというとマイシーンの方を追いかけていたので、ブラッツまであまり手が回らなかったのですが、さすがに発売中止となるともう手に入らなくなるのではということで、この辺りから過去のシリーズも含めて必死で集め始めるようになりました。ちょうどこの頃円高で1ドル100円を切っていたのもだいぶ助けになりました。ブラッツはドール本体や着せ替え服のディテールもさることながら、パッケージのデザインもとても凝っていて、うちにいるブラッツも箱入りのままにしているのが半分、もともと箱なしの中古バラで買ったり新品を開封した子たちがもう半分といった感じです。ブラッツとマイシーンがドロドロの裁判で揉めている中、2010年にマテルから新しいドールのシリーズが発表され、ブラッツに追い込まれていた勢いを押し戻すかのようにファッションドールの歴史を新たに塗り替えていきます。